おはようございます。画家の小木曽です。今日の作品はこちらですね。こちらの女性像でございます。女性を描いた作品です。珍しく僕の作品では順光って言って、真正面から光が当たっているという、感じの作品かもしれません。背景のこういうね、ところの描き込み、わー大変ねっていう感じでしょ。こういうところどうやって描いているのかなとかですね、真正面から光当たってるであるとか、こういうところにこうね、薄く透けてる肌のところと、このレース状の洋服、どういう風に描き分けているかというところを楽しんでみてもらえればと思います。それでは本編、どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。人物がですね、人物と紅葉の背景ですね、の絵でございます。これ妻がモデルしてくれてます。全光ということで前からの光がドンと当たっているというの、ちょっと珍しいかもしれませんね。あまり私の絵の中では少ないのかもしれませんけども、墨入れという作業をしていっております。白味10号の M というちょっと縦長の作品でございますけども、背景を大きめに撮りました。背景を大きめに撮って、描いていったという作品でございます。細いね、線でシューッと描いていきますよね。これはですね、ナムラという、さんの筆、瞑想筆を山切りカットで墨入れが終了いたしましたと。ウルトラマリンブルーと、ローアンバー、バーントシェンナートランスやったかな。トランスオキサイドレッドみたいなやつですけども、を混ぜてインプリミトゥーラということをしていきます。しっかりとこれもディティールをお見せしておりますので、細かい描写とかをね、皆さん最後まで、お付き合いいただければと思います。しっかり練り合わせてというところもお見せして、この段階しっかり練り合わせてですね、そしてテレピン油ですね、揮発精油と呼ばれるものですね。油にはもう2種類の油があって、揮発精油と寒精油。あともう一つ樹脂ですね。だから3種類か。樹脂と呼ばれる、代表的なのはダンマルバニスとか、あとですね、樹脂分ですね。あと、アルキド樹脂とかですね。こういった動画も作っておりますので、もう本当基本的なものを学びたかったら、そういった動画をご覧いただければと思います。そして、インプリマトゥーラ、バーンドシェンナドランス1、ウルトラマリン1ぐらいかな。ちょっと青みがからしたかったら、ウルトラマリンを 1.5 から2とかね、茶色っぽくしたかったら茶色をちょっと多めにとかっていう微調整をするんですけど、で、横にやって縦ということで、このぐらいのハケ、これぐらいのサイズのハケぐらいかな。案外重宝しますよ。ハケというのは意外と重宝したりとかするものでございます。完全に乾燥を待ちました。完全に乾燥後ですね。これはもう背景と人物しっかりと分けようと思いましたので、マスキングシートですね、インプリマトゥーラ2層を行いました。2層を塗って、そしてマスキングシートをしっかりとベタッと貼り付けて、空気を押し出すように抜いていくというね、抜きながら貼っていくと。で、これは本当に下地自体が結構平らやないと難しいので、なかなか難しいという人もいるかもしれません。できないという人もいるかもしれません。キャンバスでやるとこれね、カッターのあれがでキャンバスが破れてしまったりするので、なかなかね、難しいかもしれませんが、キャンバスではなかなか難しいかもしれません。エアブラシとかで昔使われていたようなアクリル、エアブラシっていうのはコンプレッサーとかスプレーで吹き付けて描くようなね、あれ感じですね。アクリルとかでやりました。人物と後ろを大きくまず分けて、薄く完成で濡らしておきました。薄く濡らして、そこの時ちょっと黄色とか茶色とかローシェンナとかイエローカとかね、そういうので、下の線がこれね、一応微妙に墨で描いた線が見えてるんです。見えてる段階。で、ビビッドな黄色とか鮮やかな色からこういうのは大体描いていくのが一般的です。チューブから出したままのですね、カドミウム、イエローとかカドミウムレッドを混ぜたような鮮やかな色とかを少し初めに。で、平筆ですね。これ、平筆でも水彩用の筆使ってるんですよ。だから水彩用の筆で、ナイロンの筆とかを、その辺はね、道具はもう皆さん自由に臨機応変にやられていけばいいのかなというふうに思うんですけども、で、一通り全部塗った後にこれ扇形のナイロンの筆で、でぼかしながら描いていくというようなことです。ね、やっていっております。ぼかしながらですね。平滑に、そして
葉っぱもね、向こうの奥の方から手前の方まであるわけですから、ちょっと奥の方のイメージというかですね、という、ちょっとこうピントがあっていないピントがボケとか言わないで、というような感じの奥にこうやっていく。で、マスキングシートを剥がしますと。気持ちいいですね。で、後ろがまだ生乾きの状態で、ちょっとこうインパストと言って、ボケた上に少しこう、エッジが効いたようなのを描いていく。こういうのはすごい参考になるんじゃないですか。もうこういうの本当に見せていいのかと、こう、動画撮りながら思うんですね。まあ、編集してる時は何とも思ってないですけど、今これ当てレコと言って声を今合わせている時に、あれと思って、あんま見せん方がええかな、まあええかと思ったりとかしていますけども、もみじですね。もみじの葉っぱとかをしっかりとこう形をですね。面白いですね。いろんなこう緑もあれば赤も背景が赤があったり黄色があったりいろんなものを描いていっておりますけども、絵の具をもみじの形にしたりとか、こうピュッとこう葉っぱとこうつないでるところシュッとかっていうのを描いたりとかしていってます。まあ前後関係みたいなのがあるので、手前描いたりとか奥描いたりぐらいの気持ちで描いていったり、光がこう当たっている角度によってはこう光がドーンと当たっているとか、これは葉っぱの裏やでとか、影になってるでとかっていうことをちょっと意識しながらやらないと、ただ闇雲にやるのではなくて、で、後ろの方が少しこう全体的に手が入ってきたなと思ったら少し人物の方を描いていこうということですね。で、輪郭これ際のところ今分かりました。ほんの少し、もう1ミリぐらいこう外側のところ乾かないうちにこうちょっと溶け合わすように完成油でこう溶かす。完成油とこれはな、コバルトバイオレットかな、何やったかな。ちょっと輪郭のとこわざとこうぼかしてあげるようなことを今の段階でしておきました。そして、カマイ油とかグリザイ油、と呼ばれるような単色に近い。本当にね、こう、後ろをしっかりとやっていっております。すみません。加山雄三さんのがなぜか YouTube で突然流れ出してすみません。なぜかわからないです。見ていたわけで、君といつまでも加山雄三 with 桑田佳祐スペシャルバンドというのが突然ポケットの中で流れ出してしまいました。すみません。何のことか僕も今びっくりしました。で、今こう白黒で描いていくというね、この段階がね、僕は面白いっちゃ面白いけど大変っちゃ大変なんですよね。集中力にいます。ぐっと集中しながらやっていきます。白はスタンドオイルで練り合わせたチタニウムホワイトとシルバーホワイトとローアンバーと黒を使っています。黒と白やったらグリザイ油になりますけども、黒と白と茶色ということで一応、カマイ油という感じかなと思います。なかなかこうピントが合ってはいるけど、どうしてもですね、かなりアップにしてるから、ちょっとでもこう板というか書いてるとこが揺れたらすごく揺れて見えてしまいますね。すみません。かなりカメラが近くにあってね、こう邪魔な状況でも書いていくんですよ。で、手ですね。ね、これちょっと、ね、僕のちょっと今の部屋は光がこう当たってるんですけど、面で見るということを、ちょっとわかりやすいかな。面で見る。これ見てしたのかなだいぶ暗いですけど。面で、なんか光の当たり方がちょっとね、難しいですけど、面で見る。こう、折れてる、面で、ちょっとこう光がちゃんとうまくできませんが、残念。はい、すみません。面でこう、見るという意識を持ってすみません。顔の方まで行ってました。手だけの動画とかね、顔のこう、筋肉と骨の動画とかそういうのも作らんといかなと思いながら今はちょっと古典の前なのでこういった油絵の本格版が多くなってきて基礎編的なのをねまた作らんといかんなとは思っているんです。すみません。もう申し訳ございません。展覧会とかで出せる絵の動画をちょこちょこ撮って取りだめして編集をしていますのでちょっと今のところそういうのでお楽しみいただければと思います。そしてこの辺なんか鼻のね絵の具をインパスとちょっとグッと厚く塗りましたよね。グッとこうね。グッとっていうかね、そういうとこにちょんと置いて本当にでちょっとこう叩き筆とかでこう、下の絵の具がこう滑る状態やからねこう難しいですけどこう一生懸命こうね大事にこう叩いていってます。叩き筆のコツはね結構筆先結構拭き取ります僕。
そういうところカットもちろんしてますけど、拭き取って、叩いて拭き取ってとかって結構してます。なるべく乾いた状態で叩き筆の毛先というのは。で、ここに絵の具をつけて描くということもできますけど、っていうふうにします。そして、暗い中の明るいところの白目ですね。どのくらいかなとか。で、塗り残っているところなんかもうまく活用しながら、下地の色みたいなのもちょっと活用しながら描いていけるといいですね。という感じでございます。で、明るい色チュン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 と置いていく。ね、明るい色チュン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 と置いていきながらですね、描いていっております。唇とかそのビビッドな色、鮮やかな色みたいなのっていうのは、うまいことですね、使いながら描いていっております。チュ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 、ビューっとですね、描いていって叩き筆でふわーっとぼかしていく。また筆で描いて、ぼかしたり、そして絵の具をちょっと厚く乗せたり。もうその辺というのがやっぱりですね、本物を見たら、とかって思うんじゃないですかね。本当になんか AI で描いたみたいやとか言われましたけどね。そういうコメントはある程度無視はしてますけど、はい、やっぱり誹謗中傷というのは僕らがそんな受ける方じゃないですけど、大変でしょうね、と思いながらですね。本当なんかね、言いたいんでしょうね。言いたいでしょうね。いいかと思うんですけど。こういうところも本当毛先でね、絵の具をちょっと混ぜ合わせたり、髪の毛とかもこういうところも周りと混ぜ合わせたりとかしながら描いていくんですね。そうなんですよ。皆さんいろいろ言いたいんですよね。YouTube っていうのはかなり個人の、皆さんがやっていて、個人的なものを個人的にも皆さん応援したりとか勉強したりするチャンネルで、もちろんそのね、広告収益で、生活とかされていたりとかもするとかね、あると思うんで、俺たちは言うべきやとかって、それとテレビ局みたいな公共放送みたいなのとはちょっと違いますよね。NHK さんとかとはね。だから本当に見たい人が見ればいいし、なんか納得いかんかったらもう見なきゃいいだけの話ですからね。はい。ここまでね、見せてくれてありがとうございますなんて言われたらおっちゃんも嬉しになるからね。おっちゃんもそしたら全然ね、あれしますけどね。はい。いろいろ世の中いるものでございます。本当にこの10年、15年ぐらいで本当にこの SNS というもので、ね、その前まではブログというので別に動画とかはなかったけど、今動画というものも出てきてね、それぞれがものすごい身近に感じられるようになってきたでしょ。本当に古典とか来たら、毎日見てるから、先生に初めて会った気しないわとか言われますもんね。なことはない。キムタクさんとか毎日 CM でね、見てても、キムタクさん見たら、キムタクやってなるんじゃないですか。キムタクさんやってなるじゃないですか。でも、おっさんの場合は毎日見てるからとか大体言われますね。何の話やねんって感じですけども。すいません、これ洋服ですね。はい。そういうの、全然いいんですよ。それぐらいも僕は、フランクなおじさんです。フランクおじさんでございますからね。フランクシナトラさんって言いましたね。フランク永井さんもいましたか？はい。フランクフルトさんもいますよね。はい。で、完全に乾いて、ごめんなさい、こういうとこね、編集をちゃんとできれば、完全に1週間ぐらい経って、乾いた後に完成油とコバルトバイオレットと指でジュワーッとすり込んでですね、ちょっと拭き取ってですね、ちょっとここは思い切っていくぞっていう、かなり黄色いきましたね。これイエローオーカーですかね。なんですかね。で、これも紫もあんま関係なくいってしまったですね。で、薄く拭き取って。ね、この黄色。要はこの状況やからこの黄色いってみたわけですよね。で、薄く拭き取ったらちょっと緑に見えませんか？黄色でだったでしょ？で、下のそのグリザイ油っていうような構いやけどグリザイに近いような。それと、反応して緑っぽく見えてるっていうか、青っぽいからね、ちょっとね。っていう感じとかをやっぱり下の絵の具をうまいこと使って、そういう絵の具の特性をうまいこと使って描いていけばいいんじゃないかなというふうに思います。ね。半透明ぐらいの色を塗ってきましたよね。コバルトバイオレットなどにかなりイエローかみたいにビャーっと塗った。
らそういうのもその時と場合 TPO ですよね。TPO。GTO っていうのもありましたね。あれは何ですか？先生のお話ですか？そんな世の中じゃポイズンですか？はい。なんか今日も適当にやっております。適当なのがあれやったらミュートにしてください。そして結構思い切って赤いきましたね。そしてこれブルー。ね、ちょっと前のピンクの筆からこのかなりのブルーグレーいきましたね。だから赤があるからこのブルーグレーが効いてくるというかね、なんかちょっと離れてみたりしたらちょっとなんかうまいこととか見えてくるとかっていう感じもありますしね、ちょっとこの黄色みたいなのも少し塗り残ってるとこが周りと反射してそういう風に見えたりとかですね。で、こういう影の中みたいなのは反射光みたいな下からの光みたいなのがちょっと赤く黄色く映っているとかっていうこととかもあったりとかしますよね。どうですか？面白いですか？で、この辺なんか耳なんか結構ね、大事に、耳難しいですね。僕ほんと正直なところ言うと、最近ようやくちょっとまともに書けるようになってきたなって思ってるんですよ。耳書くの苦手だったんですけど、ようやくちょっと最近まともに自分なりには書けるようになってきたなっていう、自分なりにはなんか苦手なとことかね、やっぱそこにあんま興味持てないじゃないですか。申し訳ない。妻にね、怒られそうですけど、ね、そんな耳にもう耳もちゃんと書いてよとか言う人じゃないからよかったですね。はい。で、この辺っていうのはどのぐらいの反射光でどのぐらいの影の色がええかなとかっていうところを吟味しながらですね、もちろん写真を見ながら描いています。これは昨年も取材しておいたんですね。個展を構成する上において、今度個展が9月、もうこの公開されている頃にはやってるかどうかその前後ぐらいだと思うんですけども、個展をやる上にて、ある程度僕は四季折々いろいろ今回はとにかく出してみて、特に日本の風景が今回は多かったんですけど、こういう日本の本当になんか1枚描くときにもう1枚ぐらいついで同時に描いたりするんですよね。全く真逆のなんか緑が多い新緑の絵を描いてみようかなとか、こういうところね、細かく出て色を一生懸命見せておりますよね。そういう風にしたりするんですね。だから本当に一枚一枚が四季折々で、色も違うし、絵の具の使い方も違うし、いろんなタイプの作品がありますので、お楽しみいただけるんではないでしょうかねっていう感じでございます。目なんかもね、この暗い中でちょっと眼球を意識するっていうことが難しかったです。メモ。順光っていうか前から光当たってるけど、外の光やからね、一方向から太陽がドーンと来てるから、で、僕今蛍光灯がいくつかあるからいろんなとこから光来て、そんなに陰影がわわわわってなってるけど、光がね、方向によってね、ベッドクすると変わるでしょ？だいぶ室内の中全部消すとこれ一応自然光が向こうの方にあるから、自然光だけなんですけど、これ自然光だけの状態とかね、蛍光灯つけたとか、もう光によって全然印象違うじゃないですか。色白のおじさんみたいなね、日焼けひどいですね、夏はね。本当腕ひどいでしょ。ね、息子。もうだいぶマシになってきた。ね、ここ線あるでしょ、これね。何を見せてんねんっていうね。はい。眉毛を描いていってます。こういうところ本当に細い線を描いていくんですけど、こういうのは一番初めに使っていた名村さんの筆を山切りカットにしていってますと。そういうのも動画で必ず紹介してます。もうほとんど紹介しましたね。はい。これからもね、もう皆さんにとっては、前見たわかもしれません。こういうところはね、面白いでしょ。ベタっと一層塗って、まだ暗いところは下地の色なんですよ。そうして、うわって感じでしょ。ねえ、これも下消えてもうたって思うでしょ。そこにこうやって行くと。顔よりももしかしてここ見せる方があと5分しかありませんけどね。もっと長いこと撮ればよかったですか？すみません。ねえ、消えたよ。初めにちょっと絵の具を洋服のとこ厚く塗っといたんですよ。戻ってください。何分か前か忘れましたけど、戻ってください。厚く塗って下地はそのままでって、まず洋服の柄だけ。で、肩のところはなんか、中になんていうか、キャミソールみたいに着とんかな？よくわからんけど。おじさんがキャミソールとか言うと気持ち悪いね。気持ち悪いね。で、もう一回この洋服の柄を描いていったり、柄の糸から落ちてる影を描いていったり、そしてまたこの上にブルーにはちょっと透けてる上にまた絵の具を乗せていく。二度でって感じでしょ。大変。どうですか？面白いですか？はい。今日4本目の録画をしております。はい。
ちょっとこのブルーとかで、ちゃんとこうやっぱり携帯になってて、中の腕が透けて見えとるのも光の角度とかそういうのちゃんと考えて、この辺しっかり透けて、こう人の肌とこう布がくっ近いぞとかっていうこととかを考えながらやっとるわけです。で、背景とかですね。背景とかまだザクッと書いただけやから、また扇形の筆使って、ぼかしててますよと。これはね、葉っぱじゃなくて、その奥に見えてるとこ、まずぼかして書いてってます。奥に見えてるとこね。よりこう2層目ぐらいやけど、それもまたぼかして書いているというようなことをしていってます。手前の方はね、もうあまりぼかさずにいこうかな思ってるんで、この辺ですね。この辺は一回こう書いてからぼかすのかもしれないですね。で、手前の方はどっちかというと絵の具を置いた状態。奥の方は絵の具を置いてそれをぼかした状態みたいな感じにしていっているわけですね。こういうのも外側からちょっと指をピッとこう見せてあげるみたいなことをしていってます。ね。で、こういうのをぼかしてあげる。要は、奥にありますよという状況ですね。ぜひぜひこういうのは本物を見て絵の具の物質感などなどをぜひぜひご覧いただければと思います。ね、写真とかよりも映像の方が多少伝わりやすいかなとは思うけど、でもやっぱり、本物を見るということ、映像の方が多分こうプロセスとかは分かりやすいんちゃうかなというふうに思うんですけど、それを見た上で本物を見ると違うと思うんですね。違った見え方をすると思うんでですね。本当にこう、スタジオジブリさんとかの背景画展とか結構あったりするんですね。山本二三さんとかですね。小賀鹿尾さんとかっていう、小賀鹿尾じゃない、小賀和夫さんですの、背景美術展とかって結構あるんです。スタジオジブリさん。ああいうの見ると本当にこう、映画館で見るとなんかね、背景も綺麗やなとは思うけど、一手一手の筆致まで見えないけど、展覧会美術館とか行くと一手一手の筆致が見えるんですよ。すっごいなと思うんですよね。だから二度楽しいみたいな感じで、本物を見ると二度楽しいみたいなところがあるんじゃないでしょうか。この辺はもう本当にね、最後いいでしょう。僕この辺はちょっとこれスクショしてこの辺をちょっとサムネに使いたいなと思ったりします。いい感じでしたね。これなんか絵の具のなんか中にね、こう絵の具が入っていって指ですり込んだから入っていってるとかっていうのがよう見えるんじゃないですか。ねえ、これなかなか綺麗な美しい動画が撮れたなというふうに思います。少しずつですね、私もですね、動画も本当にもう亀が歩くようにとことこと動画の技術も進化しながらも、お手伝いしてくださる方とかがいてですね、そういった方の編集本当に感謝。ありがとうございます。ムチャスグラシアスグラーツェサンキュー。あと何ですか？他のいろんな何語か覚えないといけないですね。はい。この辺とかは明るく絵の具をのせながら描いていくと。どういうタイトルがいいかな。順光で見える人の肌。人の肌の中で微妙な変化みたいな明るい中で、陰影がついているとそこの陰影の強調の境目のところっていうのにいろんな状況の変化とか生まれるんですけどね。明るくドーンと光っていう中での微妙な変化。そしてそこの中にある骨格であるとか、そういったものをしっかり見ていくという、ことが今回の動画のテーマになってきたのかなというふうには思いますが、後ろとか洋服の描き方だとか案外いいポイントがあったような気がしますよね。ねえ、だからなんか見どころたくさんの20何分間だったんじゃないでしょうか。お前の喋りが邪魔やとかね、うるさいわっていう人はミュートにしてください。おっさんが右上にいて邪魔やと思ったらガムテープでもテレビにモニターでもなんか貼っつけてください。よろしくお願いいたしますということでございました。ありがとう。耳をね、やっぱ丁寧に描いていっております。また洋服、これ描いてますもんね。3層目、4層目ぐらいで、また明るいところ、肌に近いところとかを描いていったり、背景のところを少し描いていったりということで、最後完成としていったということでございます。よかったらですね、ぜひ皆さん本物を見る機会がありましたら、2年に1回とか3年に1回とかそんな感じで大きな個展東京とかぐらいのレベルになるとそんな感じになってしまいますので、よかったらぜひですね、あとはチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。では。
ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか？もうほんの少し書くかもしれませんけども、こういった感じである程度9割以上はできてきたかなという感じなんでございます。こういうところのね、レースの書き方とか、こうもう本当にこう、別々のこうものを描き分けて画面の中でこう統一感を持って描いていくというところを参考になったんじゃないかなというふうに思います。秋の季節が恋しゅうございます。今、録画しているのは真夏でございます。それではまた次回お会いしましょう。では。チャンネル登録よろしくね。OK。